皆さんこんにちは。今日はおでんタン、韓国式のおでんタンを作ります。この冬一番食べてるお酒のつまみでもあるおじゃんま茶とかで売ってて立って食べるっていうものを今日作っていきます。まずおでん、僕は今日シノコにスーパーで買ってきたんですけど、あとこの四角のおでんですよね。これもし手に入ってこない方は日本のおでんでも大丈夫です。これから早速作っていきます。まずこれ一回お湯で洗いましょう。こういう感じでささっときれいにこういう感じで洗い終わったら一旦置いとく。ネギ、3分の1本買います。これも普通に斜めスライスで鍋の一つのところにポンととこう。あと大根は絶対入れた方がいい。このぐらいカットですね。これで4つカットしましょう。このぐらい。これも鍋のところにポンと置いとく。あときのこも、きのこは入れても入れなくてもいいんだけど、僕は今日えのきあったからえのき入れます。しいたけでもいいです。あとしめじでもいい。これもちょっとちぎってこのぐらい、これで置いとく。これもこうやってきれいに並んでおきましょう。あとこれ今日僕4枚用意したんですけど、これは普通にカットしたくない方はこうやってアルバチとかね刺されるんで、僕は今日カットして入れちゃいますね。三角カットで。これも鍋のどこかにポンと置いとけば、ここにスープを決めて入れて火を入れて食べるっていう、これからスープを作ります。水鍋に入れましょう。本当に簡単に出汁を取るために今日万能だし、2つ沸いてきたら薄口醤油。日本の相場のつゆなんですけど、これ入れた方が一番簡単。これニンニク、唐辛子粉、パスタと味の素ですよね。これで胡椒、これでいいと思います。韓国式っていうか、これお店によって味も全然違うし、まずくそういうのが難しい。どこ行ってもこれはまあ美味しいじゃん。今はあまりないけど、前は500ウォンだったよね。これ以降紙カップでこうやって飲んで、これで沸いてきてるんで、最初はもうこれで OK です。中火ぐらいにして、唐辛子中さじ1つ、薄口醤油中さじ1つ、めんつゆ中さじ1つ、おろしにんにく中さじを1つ。ここでこの味の素少々、あと韓国のだしだ、ほんと少々。これで OK。 あと胡椒10回ぐらい、12345678910、これで OK ですね。でこれで味見しますね。完璧。じゃあこれをこの鍋にさっき作ったスープを入れちゃいますね。火をかける。さっき取っただしと韓国のおでんから味が出る。大根からさっぱりするスープの味が出る。それが組み合わせてすごく美味しくなるっていう。가게마다 틀리지? 넣는 가게도 있고 안 넣는 가게도 있고
근데 일단은 나는 지금 너무 일본식이랑 똑같아지니까 차별화를 주기 위해서 넣은 거지 지금은. 그래도 고운ぐらい 마치 마셔. 5分ぐらい経ちましたね。大根がまだ火が全部通ってないけど、大根まで火全部通ってきたら OK。でも今はおでんはもう食べても大丈夫ですよ。でここでオプション、春菊もう入れちゃっていい。ない方は入れなくても大丈夫。春菊の香りを出すスープに。あとこれ青唐なんですけど、辛くてさっぱりする味が好きな方は入れてもいい。カルカラダっていう感じですね。韓国語でカルカラダ。それが調べたら辛くてさっぱり。これは僕は入れないけど、これもおすすめ。味見せますね。うわー、美味しい。これはもうタレが強くてもまずくするのが難しいんですよね。これタレなんですけど、これチヂミタレなんですよ。野菜チヂミか。あれ作った時作り方説明してあるから、それ参考お願いします。もう出来上がってるから、ゆっくり火入れながら食べます。これこうやって立って食べるんですよ、おでんって基本的に。そっちの方が美味しい。やっぱこれいいですよね、冬は絶対。このタレともめちゃくちゃ合うし。일단은 다 좋은 것 같아, 오뎅은. 떡볶이를 먹을 때도 오뎅을 많이 먹고 다 맛있어, 오뎅은. 四角も食べてみよう。これ取って、あとこのおでんタンって韓国のポジャンマチャっていうところで行ったらほぼほぼあるんですよ、このメニュー。お腹いっぱいでおつまみいらない、スープだけ飲みたい時頼めばいいメニュー。一回やったら家で作ってみてください。簡単だから本当に。